こんにちは。前回の動画で、幽霊 PC を本格化したのですが、お漏らし、してしまいました。今回は、お漏らしの修理と、水冷化をやっていきます。お漏らししていたのは、アクリルケースと背面ヒートシンクの接着面でした。仕方がないので、分解します。幽霊 PC を分解するのは、3回目なので、自作した幽霊 PC を最も多く分解した人、で、ギネスに登録してくんないですかね。お漏らしの原因がわかりました。画面ではわかりにくいのですが、お漏らしした箇所は、シール剤が密着していません。背面のヒートシンクが反っていたことが原因で、隙間ができてしまっていたようです。背面ヒートシンクの面出しはやっていたのですが、手動では限界があったようです。ということで、例の町工場にお願いしました。フライス板で面出し、お安くやってもらいました。アクリルケースも面出ししときます。メイン PC の側面ガラス板を、常磐の代わりにしました。面出しする前は 0.5mm ぐらいの隙間がありましたが、アリの入れる隙間もなくなりました。念のため、もう一工夫しておきます。アクリルの板を切って、麻雀パイぐらいの大きさにしたら、穴を開けます。背面のヒートシンクにも穴を開けて、ネジを切ります。こんな感じで取り付けます。これで、面圧の低下を防ぐことができますね。コメントで指摘のあった、シール剤が剥離した場合、突然パッカリンして、油だだ漏れも防げそうです。修理するだけだと、物足りないなぁ。と思って、こんなものを買ってみました。水冷の水枕です。中華製の安いやつ、3199円。先に父ちゃんかの高級品を買ったのですが、出入り口の位置に難があり、使えませんでした。ちなみに廉価品と高級品は、ヒートシンクの形状が全く異なりました。廉価品は太い溝が掘ってあるだけ、なのに対して、高級品はスライスされた薄いフィンが無数にあります。冷却性能に不安はありますが、組み付けてみました。パイピングをケース内に収めるために、出入り口で90度に曲げています。水枕とフィッティングが干渉してしまわないように、20mm のエクステンションをかませました。この辺りから、ケースの外に出そうと思います。ということで、アクリルケースに穴を開けます。ネジを切って、できました。垂直にネジを切るのが、なかなか難しかったです。L 字のフィッティングを取り付けると、こんな感じです。このままでは内側にフィッティングが付けられないので、アクリル板でこんなものも作っておきました。ちなみに、このパーツの作成だけで1日かかってます。いつものことですが、青春を変えてです。こんな感じでアクリルを接着しようと思います。
水枕とケースをハードチューブで接続するのですが、高さ方向に14ミリほどずれています。ハードチューブ曲げの難易度が高そうです。これは大量の失敗作の予感。と思ったのですが、失敗作は5つだけで済みました。ゆっくり加熱することで、曲げの修正などもできました。こんな感じです。黒い線は、曲げ始めの目印です。仮付けすると、こんな感じになりました。高さはバッチリですね。長さは、マザーボードを固定してから調整します。アクリサンデーで、接着します。溶剤を注射針のついた容器に移して、垂らすだけ。1分ほど押さえれば、接着されます。ハードチューブの接続ボスも接着します。六角レンチで芯出しをしました。ちょっと失敗、気泡が入ってしまいました。もう少し隙間を空けて、溶剤を注入した方が良かったみたいです。やり直しはできないので、諦めて、ヒートシンクと接着します。今回はネジで固定できるので、接着も簡単になりました。出来上がりは、こんな感じです。これで、多い日も安心、のはず。シール剤が乾いたら、マザーボードを取り付けて、ハードチューブの長さを調整します。できました。と思ったのですが、フィッティングが入りませんでした。曲げた時に、外形が歪んでしまったようです。仕方がないので、作り直しました。今度は、ちゃんとフィッティングがつけられます。組み付けるとこんな感じです。ラジエーターの準備をします。穴を開けて、面出し。ガス管用のソケットを切断して、接着します。ハンダ付けも考えたのですが、ラジエーターは熱伝導と放熱が大きそうなので、温度が上がりにくいかなと思い、やめました。みんな大好き、3M の両面テープで組み付けます。パイピングとファンを取り付けると、こんな感じです。最後に水冷のタンクを取り付けます。できました。精製水を入れて漏れチェックをします。スイッチ、オン。タンクを一番上につけたので、エア抜きは簡単ですね。だいたいエアも抜けました。水漏れもなさそうです。次回は揺れ部分をやっていきます。